こんにちは。今回はダイヤ模様の、マーガレットボレロを編んでみました。今着画が載ってるんですが、こんな風にボレロとしても、あとはシンプルに肩にかけたり、首に巻いてマフラーとしても使えるものを作ってみました。ではよかったらご覧ください。はい、どんどんやってきて、理想の長さと高さになったので、一回これでサイズをお伝えしようと思います。ちょっと今手で持ってるのですごくブレると思うんですが、ご勘弁ください。スタートがここでこういう感じでぐーっと編んできました。で近づくと、長さはずっと同じ長さでやってきてるんですけど、これ150センチメジャーで150センチメジャーがちょっと足りないぐらいだから155ぐらいになったのかなと思います。でこれ便利なんですよ。逆にするとね、インチが見える。よいしょ。150センチが60インチ強って感じか。60インチとちょっとになりました。で、縦も測ってみようと思いますが、ちょっと一回ね画面変えなきゃいけないので、その前に、このダイヤの、ブロックを、例えばこれをねスタートとするとこれ 0.5 じゃないですか。 0.5 で123なので 3.5 ブロック作ってきた感じです。ここから数えてもね、これが1、これが2、これが3、これが 3.5 ですね。なのでこれ最後はシングルクロシェで、最初はシングルクロシェのファンデーションスティッチで始めてるので、この後も最後上もねこれからシングルクロシェやっていこうと思うんですが、最初が1234567の斜めが最大のところで始めてるので、上に行ってここも1234567最大のところで合わせました。はい、じゃあちょっともう一回画面切り替えて、もうあれかな、もう畳んじゃっていいと思うので、シングルクロシェを通常の作業台に戻ってやっていこうと思います。そこで高さをお伝えしますね。はい、作業台の方に戻ってきました。で高さをお伝えすると、ちょっとねこっちどうしてもこの作業スペースが限られてるのでちょっと映ってないと思うんですけど、シングルクロシェこれからやるからもうちょっと増えるんですが、現状この 3.5 ブロック作ると44センチぐらいになりました。44センチはインチでいうと 17.5 ぐらいになっています。だからシングルクロシェ入れて45に満たないぐらいになるのかな。45から50を目指してたのでセンチメートルね、いいかなと思います。で、今これをね最後の玉にちょっと手を出していて、これで全部いけると思うんですが、ちなみに1234567玉目に入りました。で最初にお伝えしたと思うんですけど、ピントは合ってないと思うんですけど、このヤーンがふんわりヤーン、本当にねふんわりヤーンでふんわりヤーンであって編んでる時もすごい楽しかったです。30グラムなので210グラムぐらい使うことに、ピンと使うことになるのかなと思います。でどこだこれ最初か。どこですか。でこの後は今、最後のダブルクロシェ5つやって、これ立ち上がりのチェーン1個してますね。なのでひっくり返して、なんてことはない、シングルクロシェ細編みをやっていくだけなので、最初だけお見せして、また終わり頃にお会いできればと思います。立ち上がり1個してるので、ここ1目目に針入れてシングルクロシェで、次もシングルクロシェっていう感じで、ただ1個ずつ拾っていきます。
あんまりきつくならないようにだけ気をつけようかなとは思ってます。で5、そしたらこのチェーンのところは、ずっと同じように、ちょっとピントの調子が悪いな、ここね、この上の2本だけ取りたいので、裏を見てここの1本すくって、このさ、ふわふわしてるからピントが合ってんのか合ってないのかわかんないんですよね2本だけ取ってます。でシングルクロシェね。はい。でずっとこの取り方にしました。丸ごとね取っても全然いいと思うんですが、そんなに取るの大変じゃなかったので、奥の1本だけ抜いて他の2本を取ってきたっていう感じで続けてきました。そうよいしょ。はい。でここもこうやって1本だけ取ってっていうのを、このシングルクロシェで1段ずっとやっていこうと思います。でこの7じゃない 3.5 のダイヤの数が結局何段なのかっていうのは、測っとこうか、数えとこうかな、書いとこうかな、この辺に一応数えますね。ここで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 1、2、3、
7891012345678 9これ何何9か忘れちゃった。ちょっと数えるの苦手なんですよね何9か忘れちゃったけど、なんとか9ですね。ここに正解があると思います。今のは、最初と最後のシングルクロシェは入れてないです。ここのブロック単位で考えればわかるのかな、と思います。じゃあ話を戻してシングルクロシェ1段やってきて、でそしたら、今回このマーメイドボレロにしたいので、袖部分をもう本当に簡単にスリーブのところを、こうやってね縫い合わせて、でここにちょっとだけこう縁取りしたいなと思っています。で完成にしようと思います。はい、上のシングルクロシェ、上のっていうか最後のとこシングルクロシェ全部やってきて、で、すっかりねそのシングルクロシェと間違えてというか、それを取ったと思い込んで、今脇のとこにも横のとこにもシングルクロシェをゴンゴンやってて、あれと思って、ここをお伝えしてなかったなと思って慌てて動画を回していますとか言って、ですね、まずさっきの動画では、最初こっから、ファンデーションシングルクロシェステッチで始めて、ずっとこのダイヤ模様を作って、で最後シングルクロシェを一目に一目ずつやっていきますよっていうことをお伝えしたんですよね。でその後このサイドのところ、横のところの縁取りをしようと思っていて、縁取りもどういう感じか決めたんですよ。でそこに対してまずこうやって編んできてますよね。こうやって編んできたものを横でまずシングルクロシェ1段やろうと思って、それをやった方が後でね目入れやすいのでと思って始めたんですが、そこを取ってると思い込んでいて、今ここで気づきました。でちょっと戻るのもあれなので、あれとか言ってごまかしてますけど、戻るのもったいないのでこのまま進めますが、今この編み方って基本的にはダブルクロシェをどんどん積み重ねてるだけなので、ダブルクロシェの下と上を1目ずつ取ってる感じでずっとシングルクロシェをしてます。はい。のでここだったら例えば、このダブルクロシェがね下の方上の方で、これで1個のダブルクロシェなんですけど、毎度おなじみピント問題、はい、こことここで、こことここで1目ずつ取ろうと思います。で取るところは、丸ごとね下からこうやって1目分グッていってもいいんですけど、これ私の中ではちょっとこう取りすぎ、例えばこう取ってみるとグッてこの穴が開いちゃうんですよね。どうしてこんなにピントが合わないの？はい、のではなくって、ちょっと場所によっちゃうんですけど、ものすごい寄っちゃおう。ものすごい寄ってピント合わせる作戦。はい。ここだったら今ここ取りたいんですけど、この上の2本だけ取るとちょっとここ残るんですよね。こ
こを取る、残す作戦で、やることは細編みをしています。で次上のとこは下ほど取るとこないので、これはもうここの穴に入れちゃってます。でここの穴に入れてもここがあるんでね、そんなに次が開くことないのでここに入れて、そしたら次のダブルクロシェはここ入れちゃうと入れすぎなので、ピントが絶対に合ってくれないここちょっと目を離すとどっか行っちゃうな。でシングルクロシェとか言ってさ、これずっと言ってる間にピントが合ってたら怖いですよね。合ってるのに合ってないと思い込んでずっとやってたら、私の目が悪いだけかその場合。なんだっけ。で次今度は、見ながらね、ここはこっち取ると取りすぎで、ここ取れそうなのでとかいう感じで、1、2本拾うようにしてます。ちょっと1本だと頼りないんでね、こういう感じで。で次またここのダブルクロシェは、雰囲気ですね、取り方。なんとなく2本取れるようにして、深くなりすぎないように。でちょっと様子見つつ、キュッてなってないかとかを確認しながらねいってます。でも基本はダブルクロシェ1段につきシングルクロシェ細編みを2段入れてます。こういう感じで、これを両側の端っこでやっていってます。でたまにはねこういうとこも取っちゃったりして、今ちょっと1本しか取れなかったから、ここはもう1本取りたいみたいなね。次ここで次ここ、こういう感じでこれを両側につきやっていきます。次ここ取ろうかな。一応法則はあるんですけど、あとは、状況を見ながら取りやすいとこ取ってます。こういう感じで、じゃあ、それを、繰り返しですけど、こっちの辺とこっちの辺と逆サイの辺でもやって、もうちょっとだからちょっとお付き合いいただこうかな。でここはめちゃめちゃここ空いてるとこなので、そっちに行っちゃうと目立つので上を取りますね。こういう感じで、次はこっち取ってもいいんですけど、一回ここ取った方がなんかバランス良さそうなので、こう取ってこう取って、で下取っちゃうと取りすぎなので、この硬いとこ、言うてもね、この行きは立ち上がりの目なので、ダブルクロシェと言いつつもダブルクロシェもどきを編んでるので実際違うんですよね。交互にダブルクロシェもどきと本物のダブルクロシェが来てるから。で今最後のとこ来ました。最後ここ取って、はい、そしたらこの次も、お伝えしようかなと思います。そのまま縁取りできました。そしたら今度細編みの裏を見て、縁取りをねスカラップ柄でいきたいなと思って、スキャロップ、日本語だとスカラップ柄ですよね。こういうことで、逆側も楽しくなって全部やっちゃったんですけど、こういう風にこういう波っぽいこの形をやっていこうと思います。はい。でこれはここでいっちゃおうかな。ワンブロックは、7つのこれよいしょ、7つのダブルクロシェでできてるんですよね。でまた次に行って、ここは引き抜きスリップスティッチでつなげて、また7つのダブルクロシェを同じとこに入れて、でまた次のブロックに行ってっていうのを繰り返して、最初と最後だけちょっと半円にしたいので、ここをね3か4のダブルクロシェにするとバランスがいいかなと思っていて、今回気持ちちょっとこう今ねこれでお分かりいただけると思うんですけど、ちょっとだけポコってこっち出てるじゃないですか。これが可愛いかなと思ったので4にしました。なので最初と最後だけ最初と最後だけ4で、間は7でやっていきたいと思います。どこ行った？ここか。で逆側と向きが合うように、そんなに大きな違いはないと思うんですけど、
これ裏側でこういう風に合わせてるんですけど、こうやって編むと、こうやって編んでいくとこっちが表になってね、こっち裏になって、そうすると今こっち裏なので OK です。よいしょ。でこのスカラップ柄がね、なんかカタカナで言うと可愛いですけど、日本語っていうか意味調べたらホタテだったなんか急に可愛くなくなったと思ってで立ち上がりは何でもいいんですけど、せっかくなので今回ずっと採用してるこのシングルクロシェして、シングルクロシェの途中にチェーンワイン入れていく戦法に、シングルクロシェの上にもう一回シングルクロシェするやつにします。で今これを1目目にして、あとこの最初のところにあと3目ダブルクロシェを入れます。これは未完成とかじゃなくてもう作っちゃうダブルクロシェですね。今2回目で次3回目、そうすると123ダブルクロシェと立ち上がり、これを4つ目と捉えて4つダブルクロシェができました。そしたらこれをねこうやって倒すんですよね。また危ないスクリーンから出るところ倒したように見えてつなげていきたいので、2個にしようかな。2個シングルクロシェ分飛ばして3個目にスリップスティッチ引き抜き編み入れます。そうするとこうやって倒れた感じになります。今2個開けたのでまた2個開けて、次ここ3個目にさっきお伝えした通りダブルクロシェを7回入れます。今2個目ピントが合ってることを祈る。3、4で5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、はい、7個同じところにダブルクロシェ入れたら、またここではない次から2個飛ばして3個目ここにスリップスティッチ引き抜きを入れます。でこう倒してる感じ、この形を作ってる感じです。でまた2個飛ばしして3目目にダブルクロシェを7ついきます。もう1回ぐらいちょっと一緒にやろうかな。1回目、このスカラップ柄がさ私ほんとさーって言っちゃうんですよね。ちょっとすいません、本当に慣れ慣れしいというか、なんか礼儀がなってないというか、まあいいか。スカラップ柄が流行ったんですよね。私が20代ぐらいの時に1234567、今でも流行ってるのかもしれないですけど、で2個飛ばして3つ目スリップスティッチでまた2個飛ばして3目目にダブルクロシェ7つ。なんかね、今となってはあの時の私はなんか女の子だったなと思うんですけど、当時大学生というか社会人ぐらいかな、大学生から社会人、初めぐらいの時に、アップワイザーリッシュ、当時も分かんなかったんですね。アップワイザーなんちゃらとかね、1、2、3、4、5、要するにキャンキャン系の服が流行ってて、ですごく好きだったんですよね。エビちゃん世代ですよね。だからでそのアップワイザーでスカラップ柄の、ブラウスとかね、このあしらいがスカラップになってるやつが流行ってて、可愛いと思って買ってました。プランタンとかね、年始のね初売りセールとか並んだりしてました。当時の私からしたらアップワイザー別に安いものではなかったので、今もね、今どうなんだろう。でも別にファストブランドではないからそこそこすると思うんですけど、1234567、すごい喋ってるから何回も数えちゃう。で7個作ったら2個飛ばして3つ目にスリップスティッチでまた2個旅に出て3個目。その時はねスカラップ柄可愛いとか思ってて、ホタテだとかさ持ってないからホタテの私あしらいのブラウスとか着てたんだと思うと面白いですよねシェルって言えば可愛いのかな。シェルだったら貝ですもんね。
でもよく考えたよ。1234567 123、なんかそういう単語って他にもありそうですよね。カタカナ英語にしてるからおしゃれ風だけど、意味知ったら結構こう、あ、そうですかみたいなリアルですねみたいな、こうね、ありそうですよね。3、4、5、6で最後7で、7作ったら、7作ってるか確認します。1234567。そしたら2個飛ばして3個目、ここにスリップスティッチで、スリップスティッチ引き抜きしたらまた2個飛ばしてここに7つっていうのを、これを、あとちょっとです。ここまで繰り返して、また最後の方でお会いしようと思います。はい、端っこの方までやってきて、残りが12344目ぐらいあるんですが、まあちょっと飛ばしちゃおうかな。微妙。まあいいか。飛ばすんじゃん、ちょっと作ろうかな。今2個でちょっとここに強引に作ってみようと思います。数がちょっと合わなかったですね。で、多分逆サイドとも合ってないです。ここはすごく気になる方は数数えながら、シングルクロシェの時の数を数えながらやっていただくといいかなと思います。12345、あともう1個。そしたら、2個飛ばしなんですけど、これで終わっちゃうな。ちょっと強引にまたやって。で、最後の目、ここにやや強引に、作ろうと思います。1回目。2回目。3回目。4回目。はい。ちょっと強引すぎ強引すぎるか。やめました。終わりにしちゃおうかな。どうしようかな。まあいいとしましょう。本当はね、多分これすごい気持ち悪い方は気持ち悪いと思います。なぜなら逆サイはこれがあるんですよ。だから本当に最初のシングルクロシェ拾うところがちょっと左と右で違ったんでしょうね。はい。これも、もう一回私も確認して気持ち悪かったら、直そうと思います。両側でこっちで、こっちが増えてるんだ。作ってこうでそうですよね。じゃあこっち減らそうかな。ねねとか言ってちょっと減らしてもう一回やってみてもいいですか。123、4つで強引にやめちゃおうかな。ということはちょっとやり直しますね。ここからもう2飛ばしてやったら3個飛ばしちゃう。3個飛ばすとちょっときついんですけどね。ちょっと待ってね。分かってない。ちょっとここで強引にここで3個飛ばしますこういうのもなんかね、ちゃんとやり直せばいいんですけど、まあちょっとこういう風になんだ、いい言葉が見つからない、いい加減臨機応変、自分で臨機応変って言うなって感じですよね。っていうのがあってもいいじゃないかと、このぐらいちょっと気楽な感じでやってもいいじゃないかっていうことで、ここにしようかな。でもちょっと変なので最後はこの一面のとこに入れます。
これ全部やってることちょっとイレギュラーなので、皆さんは普通に数えてやっていただくといいと思います。でもし数が合わなかったらこういうとこでこの間のとこで調整するのがいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっと余計なお時間を使いましたがお見せしましたが、スカラップ柄が完成しました。でもう間もなくですね、もしスカーフにしたいければこのまま終わりにしても全然いいと思うんですよ。ただ今回ちょっとマーメイドっぽくしたいので、この後、折ってみてどこまでかを決めて、この袖部分は、縫っていこうと思います。まあでも縫うって言ってもかぎ針で全部やろうと思ってるんですけど、ちょっとそれをどんなものにするかを決めてまたお会いしたいと思いますので、針糸は一回ここで切っとこうかな。はい、2つ折りにしてだいたい長さを決めてきました。まず袖があって真ん中があって袖があるじゃないですか。こういう形にしたいので。で、真ん中の部分を70センチぐらい欲しいなと思ったので、体にくっつく部分ですね。そこを全体から引いて、袖部分を結果的に40スカラップ入れなければ45センチぐらいで、入れると46センチぐらいにしました。だから45センチから6センチぐらいで、インチで測るとスカラップ入れなくて17インチ入れて18インチぐらいを目指してやろうと思います。で、つなげ方もなんかシンプルにしようと思ってて、この端っこから1目1目ずつ拾って、スリップスティッチかなでつなげていこうと思います。で、ここも目安でつけてるんですけど、1目1目ずつ拾っていっていけば変に寄ることはそんなにないと思うので、それでいこうと思います。はい、これもいい感じに使ってきてますね。それでね、これやる前にちょっと見ていただいて分かると思うんですけど、お分かりいただけると思うんですけど、ここのね、これ最初でこれ最後で数揃えたんですけど、場所はずれますね。これってこうなると効くのかな、いつかね。これのが綺麗だと思いつつも、でも目の数で合わせたいのでこうなっちゃうんですけど、ちょっと折るってことを想定してなかったか、何も考えてなかったですけど、なんか面白いですね次回は今回はこれでいっちゃうんですけど、次回はそういうところも考えながらまたダイヤモンドステッチやってみたいなとは思います。画面外でやっちゃった。で、今、1目目に入れました。なんかここにいっぱいある。もう一回いくか。これの1目目と1目目を探して、もう両方拾っていこうと思います。この、2本のところを両側とも2本すくって、でまず切り抜いてキュッとしようかな。でキュッとして、この糸端はできれば中に入ってほしいので中に入れつつ、で1目目一応もう一回やろうかな。1目目と今入れたところ、ここにスリップスティッチして、で次に行きます。次の目拾って、こっちも次の目を拾うだけ。ここで優しくスリップスティッチ、ギュッてやっちゃうとね、ちょっとキュッてなっちゃうので理由になってないんだよね。原因と結果が同じなんですよね。ギュッてやるとギュッてなっちゃうのでって、優しくね、優しくやってほどけちゃう。こことここでとりあえず行こうと思ってます。こことここでスリップスティッチ。そうするとこの、もうちょっといった方がいいかな。この形が残りつついく感じの編み方になります。こことここでスリップスティッチ。
でこことよいしょ。1本しか拾えてない。よいしょ。こここういう感じで、たまにちゃんと目数が合ってるか確認しつつ行って、ここまで行って、普通に終わるんですけど、どうしようかな。ちょっと早送りでちょっとやって、で反対側も同じことなので、反対側も、逆サイドからこうやってやってこようと思ってます。じゃあちょっとしばらく早送り想定で続けたいと思います。はい、スリップスティッチを、ぐんぐんやってきて、今最後の方打ちつけちゃった。最後の方まで来ました。ちょっとずれそうだけど、こことここ2本取ってくぐらせてくぐらせる。ここ取ってちょっともうこれ邪魔かな。もう一回やろう。ここ取って次の目くぐらせる。感覚なんか2回取って3回くぐらしてる感じですね。取るって前の段いってないか確認してくぐらせるで次かな。次でこの金のクリップに行くので、すいませんね、このずっとアウトオブフォーカスでこのちょっとこの子もちょっと邪魔だから取ろうかな。よいしょ。ラスト1目をやればいいので、これ取って今ここに入ってるから次の目ここに取って抜く。はい、そしたらここまで来たので、ちょっとここどうしようかな。ここだけもう一回行こうかな。ちょっと一番ね負荷がかかるところだと思うので、でもう一回やってで切ります。そしたらこれは糸始末後にして、もう逆サイもやっていこうと思います。で同じようにそれでさっきスタートの時に伝え忘れちゃったんですけど、スカラップのところ開けてみました。やりたい方はこうつけても、つけるとねスカラップ半円通して結構1個のスカラップが完成しますね。ここね。でも今回ちょっと私は開けました。でこの逆サイドも同じように、こっち側からやっていこうと思います。こうやってやった方が細かく言うとこの目とは向きが揃うと思います。この目がね今こういう風な向きで来てるじゃないですか。この V がこういうって言えばいいのかな。何個かあるからちょっと見づらいんですけど、逆かどっちだ。向きが揃います諦めちゃった。向きが揃うので揃えたい方はこうやって今来たので、こっちもこっちから始めた方がいいんですが、私の場合ちゃんと目数を数えてないので、目数数えながら合わせたいのでもうこっちからいっちゃいますっていう。で同じようなやり方でやって、そうしたらまたお会いしましょう。両腕部分を閉じてきました。こっち側これやって、でこの本体っていうか体が入る部分は何もせずに、特にここのあしらいもそのままにしてこうですよね。今回はこの襟とかも特につけてないです。でこっちに来るともう片方の腕を閉じてっていう感じになってます。でここが腕になるので、最後のとこで動画のね着画を入れようとは思ってるんですけど、
試しにこうやって腕通してみるとこういう感じになります。ここ下に来るのでこういう感じかな。こうだいぶケローンとした感じになるんですけど、これで着ててもいいし、あとはねこれ2つ折りにして、この身ごろのこの真ん中部分をこうやって2つ折りにして、普通にマフラーとしても使えると思います。こういう感じでね、通してもいいし、このままくるっとしてもいいし、こうやってねマフラーっぽくして、で下がこうやってなってね可愛くなるかなと思うんですが、戻しまして、手を通す場合にもう一回手通そうかな。手通す場合にこうやってねタルーンってしてるのも可愛いんですけど、こうやってタルーンも可愛いんですけど、でもこうやっても可愛いなと思って、このクシュ、ちょっとここだけクシュッとさせたいというわけで、ここにこのリスト部分、手首部分になんかキュッとできるようなものを作ろうかなと思って、試しに鎖編みチェーンを作ってみました。これでイメージは何回も通したり、これふわふわでめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。ジェラートピケにありそうな質感のふわふわしっとりになってるんですけど、こういう感じでここでこうね鎖を、今すごい雑ですけどキュッとやったら可愛いかなと思って、ここはいけないんだよね、こうしようって思ってます。そしたらこう腕周りがちょっとこうキュッとなるかなと思って、実際はこれをここの中に通していきたいんですけど、試しにこれ片方作ってみて、チェーンの数ちょっと数えてないんですけど、70センチ、かなり余裕持って70センチ作れば、いけそうなので、ラウンドして最後こうやってこう蝶結びなりしてギュッとして可愛いかなと思うので、最後に鎖編みチェーンだけしていきたいと思います。まだこれこんだけ余ってます。でかぎ針、こっちかな、ちょっとスタートを間違えたくない。はい、で同じ A7 号でそのままやっちゃいます。でチェーンなのでね、でも今回チェーンやってないのか。やってるこの合間でやってますね。スタートをね今回ファンデーションなんとかでやったのでやってないですね。で今更ですが一応チェーンのやり方を、私なりにお伝えすると、こう持って、私は親指と中指で持って人差し指をピンとさしてます。である程度こう残しといて、で針を下から上ですよね、近寄ろう。で下から上でぐるっと回す。でここで輪っかができたら、まずここはギュッとさせて、これは何でもないです、結び目なだけ。ここから今度は上から下って言えばいいのかな、通して出す、上から下で出す、上から下くるんとして、で鎖編みを作っていきます。こういう感じでね、これをひたすらやって、70センチの長さになるまでやって、で切ってっていうのをやっていきます。はい、なんとなく70センチ近く、もう一個の方と同じ長さになるまでやってきて、チェーン数はちょっとわかんないです。で最後はなんか 2,3 回ギュギュッとやっとこうかな。これは数えてないです。でどうしようかな。ここのねこっち側みたいにこれ残しててもいいんですけど、この端っこをね、今回は切っちゃおうかなと思います。なのでこっちも肩結びっぽいのを何回かしてほどけないようにしてと思います。そうしたら切ります。でこちら、これがもう一個で一回ここで切ろうかな。でこ
こっちもちょっと肩結びなんかしちゃったりして、はい全然可愛くないけどこれでいきます。はい、そしたら置いといて、でこれを2本も可愛いけど、まあ1本ずついこうかな。でこれをですね、改めて、毛糸、これはちょっと今後使う予定がないので、ありがとうということで、こっちかな。なんで、よいしょ。もう一回通そうかな。こうしてあんまりここら辺もあれだし、どこら辺にしようか。ここにしようかな。ちょうどとかしですけど、この先端にここの空きがあるので、段数的には数か 1,2,3,4,5,6 7目目ぐらいにしようかな。ここでここでいいか。ここを目安に、チェーンを通していきたいんですけど、どうやって通すかなのね。大きいとじ針で、とじ針にチェーンがくぐればそれでいきたいしくぐるかしら。いけました。はい、これでいけそうなので、これで今どこって言うとここか。ここを、こうやってくねくねやっていこうと思うんですけど、どうしようかな。チェーンを使わない時も選びたいんですよね。なのでこのね、こういうとこくぐっちゃうと、取りにくくなる分取りにくくなるので、くねくねいこうかな。こういう感じでくねくね、ここの段をなんとなく崩さずに、ここをくねくね進もうと思います。こうやってね、だんだん内側に行ってないかな。行ってるねなんとなく斜めのところを基準にして、くねくねといこうと思います。変なとこちょっとやってることは表裏みたいな感じで言ってるだけですね。1、2、3、こっちか。いいか。変だったらやり直せばいいのででまた取る時もねあると思うので、で帰ってきました。で帰ってきたので、ここで要するにこうやって絞ると絞れるっていうことができるかなと思ったので、試しにこのままよいしょ、やってみようかな。仮止めで腕通して、いいんじゃない？ちょっとなんかラブリーな感じになりました。こういう感じでここちょっと絞って、でこれはお好みですよね。ここら辺で絞ってもいいし、で絞らなくてもいいし、今回このスカラップ柄なのでよりなんかちょっとお嬢感が出て可愛い。これをもう片方でやって、このリボンは私はこの後ろでつけるとそんな目立たないので、ここで留めようと思います。後ろってこのラインですね。こっちで留めるとね、めちゃめちゃこう主張して、それはそれで可愛いと思うんですけど、で両側やって完成ですね。でこれは気分によって取ったりつけたりすればいいので、こっち気分の時はこっち、こっち気分の時はこっちっていう感じで使っていこうと思います。
で糸始末はいる？お見せする？私の不器用な糸始末いらなそうだけど、これは結構毛羽立つ糸なので、毛羽立つっていうか毛羽立つのかな、毛羽立ってる糸なので、逆に言うと、割とすぐに引っかかってくれるから、糸始末が多少雑でもそんなに目立たないとは思います。ただね、ギュッて一箇所にありすぎると伸びなくもなるから、そこだけ気をつけて、これね、こうやって引っかかったりするから、逆に言うと一回引っかかってくれたら糸がねピョンって出てくることなさそうだと思うんですよね。でこう行ったり帰ったりしつつ、ここら辺の長編みをぐるぐるして留めようと思います。はい、こういう感じである程度やったら、切ってっていうのを、残ってる糸のところ、糸のこういうところで全部やって、そしたら完成です。こっちはそうですね。じゃあ完成したらお見せするけど、きっと着画があると思うので一回終わりにしようかな。よいしょ。はい。そんなわけでこのダイヤモンド柄を使って、このよいしょ、チャティっていうふわふわもっちりの糸で1234567玉使って、マーメイドボレロスラッシュスカーフを作りました。よかったら皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。